チャンネルではイギリスより世界の料理、お菓子、食周りの情報などをお届けしていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。皆さんお疲れ様です。今日は前回の動画でも告知した通り、イギリスでも和菓子は作れるよということで、あんこを作っていきたいと思います。その後に簡単にできる黒蜜とかお団子、あとちょっとあんみつみたいにしてアイスクリーム入れたりして、ちょっと和菓子気分を楽しみたいなと思っています。使うお豆はこういう風にレッドビーンって書いてあるお豆が中華食材店に行くと必ず売っているので、それのなるべく粒の大きいものを買うと失敗が少ないようです。そしてね、あとこういう風にね、これはアフリカの食材コーナーなんですよ。そういうところにも売ってることがあります。これはちょっと小粒のものなんですけれども、どちらでも大丈夫です。はい、まずは小豆をよく洗いまして、豆の3倍量ぐらいのお水を入れて火にかけていきます。まずは強火にかけまして沸騰させていきます。沸騰したら茹でこぼしていきます。そして新しい水を入れて再び沸騰させます。はい、この豆の茹でこぼしなのですが、今回は2回行いました。実はこれ私やらない時もあるんです。豆の茹で汁っていうのは基本的にはとっても美味しいという風に感じるので、しかもめんどくさいプロセスですし、飛ばしてしまうこともあります。今回なぜやったかというと、こちらは輸入物の小豆ですし、ちょっとえぐみがあるように感じたからやっただけです。普段ね、日本から買ってきた美味しいプリプリの北海道産の小豆なんかでやるときには、この作業は私は飛ばして茹でこぼさないでそのまま直接煮込みます。一般的にはこの茹でこぼすことでアクを取ると言われています。アクを取るイコールえぐみを取るということになるんですが、私は必要ないなと思う時にはこの作業は飛ばしてやっていますので、皆さんも自分のご判断でやってみてください。はい、今回は輸入物の小豆でしたし、2回ほど茹でこぼしました。そしていよいよ新しいお水をまた3倍ほど加えて圧力鍋で加熱していきます。コトコトゆっくり普通のお鍋で煮るのもいいんですが、圧力鍋だととっても早く煮上がります。私の圧力鍋はかなり高圧なのですが、それでも20分間は加熱しています。なので重りが鳴り始めてから弱火にして20分間加熱したのがこの状態です。豆がすっかり柔らかくなるまで煮ます。そうしましたら、私は一度こちらをざるで豆だけの状態にしてしまいます。この煮汁を取っておいて後から入れるという方法もできるので、そうしたい方は煮汁は少し取っておいてください。私はちょっとレイジーなので、ざーっとざるにあけてそちらを軽く振ってから鍋の中に戻します。はい、そして豆の水分を切った後にお砂糖を加えています。今回はちょっとヘルシーにブラウンシュガーでやったんですけれども、白いお砂糖でやった方がすっきりとした甘さで楽しむことができるので、こちらは好みだと思います。今回は特にこのお砂糖が棚の中で余っていて使いたかったというのもあって、私はこのブラウンシュガーでやっていきます。そしてお砂糖を混ぜたら、今度はお塩も加えていきます。そうしましたら、好みの硬さまで煮るだけです。私は今回ぜんざいとして使いたかったので、このくらいの濃さになるまで加熱しました。そしてね、さっきお豆をざるに取った時に煮汁を取っておくと、この時に調節したりする時に使うといいと思います。はい、続きまして鬼まんじゅうを作っていきます。名古屋出身の同僚から教わったんですが、彼女は白ごはん .com さんのレシピで作ったとおっしゃっていました。その時にいただいた鬼まんじゅうがとっても美味しくって、素朴で本当に甘さもちょうどよくって、とっても美味しかったんですね。そして私なりにレシピをアレンジしてみたので、そちらをご紹介したいと思います。
お芋の方はこちら正味 300g 使いました。そちらを角切りにしておきます。皮を剥くか剥かないかは好みの問題だと思うので、私は半分ぐらい皮が残るような状態でカットしていきました。はい、角切りしたさつまいもにお砂糖と塩をまぶしてしばらく置いておきます。だいたい15分から20分ぐらい置いて、さつまいもから汁が上がってくるまで置いておきます。はい、今回は強力粉と薄力粉を半々ずつ 60g ずつ加えました。そして重曹ですね、ベーキングパウダーも小さじ1/2加えていくことにします。こちらを加えるか加えないかは食感の好みによるところだと思います。加えるとちょっとふんわりした食感になり、加えないと冷めた時にもっともっちりしてねっちりした感じというか、もっと素朴な味になります。どちらもとっても美味しいと思うので、その時の気分でやってみてください。はい、さつまいもから汁が上がるのを待っている間に、このように適当な大きさにベーキングシートを切っておきます。15分待ったら先ほどの粉類を混ぜまして、このようにざっくりと混ぜていきます。全部の角切りしたさつまいもにしっかりと生地がまとわりつくまで混ぜたら出来上がりです。はい、かなり大きめの鬼まんじゅうが全部で8個できました。はい、たっぷりのお湯を沸かして中火から強火で沸かしながら15分蒸しました。この鬼まんじゅう、出来たてのほやほやもとっても美味しいし、冷めてからもとっても美味しいんですよね。どっちの風味もちょっと違った美味しさがあって、どっちも美味しいので甲乙つけがたいです。鬼まんじゅうハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーリキー、あれリキー、ハッピーバースデートゥーユー、青がゆな、青がイエーイイエーイ。おめでとう。23だから3つのまんじゅうだよ。食べな。はい、続きまして簡単にできる黒蜜と白玉団子を作っていきたいと思います。この間作ったあんこも添えてきな粉も振りかけて軽いあんみつのようなものを作りました。使う材料はこちらに見えますグルーテナスライスフラワーという粉です。
日本では白玉粉になります。なので全く同じ分量を使えば作ることができます。日本でお団子を作るときには白玉粉と上新粉を合わせて作ることが多いと思うのですが、上新粉はこちらでは手に入りませんので、この白玉粉だけでやっていきます。こちら割合は以前の動画にも何度も出てきてるんですが、今回は 120g の白玉粉に対してお水を 100g ほど入れました。少なめのお水を入れて菜箸でぐるぐるかき混ぜてから、様子を見ながらお水を足していくようにしてください。はい、白玉を茹でるためのお湯を沸かしている間に黒蜜を簡単に作っていきたいと思います。こちらは黒糖のパウダー状のものです。イギリスに住んでいる方はマスコバードシュガーの濃い色の方を使ってください。こちらを大さじ3、それからお水も同量大さじ3入れていきます。はい、レンジで1分加熱して泡立て器でよく混ぜたら出来上がりです。この時にもう少し煮詰めたいなと思われたら、少し30秒ほど追加して加熱してみてください。はい、白玉の方は沸騰したお湯にポンポンと入れていって、ぐらぐらとお湯を沸かしたまんまにして、白玉が全部浮き上がってきたら茹で上がった証拠です。はい、白玉が茹で上がったら氷水につけておくと身が締まって美味しくなります。この白玉団子に先ほど作った黒蜜をかけてきな粉をかけるだけでも十分和菓子の感じが楽しめるんですけれども、この間先日作ったあんこがあったので、今回はちょっと豪華にあんこも添えてあんみつ風にしていただきました。これにみかんでも添えたらもっと雰囲気が出たんでしょうが、ちょっと戸棚にそういうものはなかったので、今回はあんこと白玉と黒蜜で和菓子気分を楽しみました。はい、いかがでしたでしょうか。今回はイギリスでも和菓子というタイトルで鬼まんじゅうを作ったり、黒蜜を作ったり、あんこを炊いたり、お団子で楽しんだりしてみました。いちご大福を作ったりもできるんですよ。そちらの動画は過去にも出しておりますので、興味があったらそちらもご覧くださいね。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でね。バイバイ。